私たまに、こういう日本風の水景作りたいなって思うことがあるんですけど、改めてなんでかなって思った時に言葉にすると、自身の回帰欲求みたいなの部分があるのかなと思って、例えば私も子供の頃なんかですね、夏休みとかに近くの川で小魚取ったりしてよく遊んでたんですけれども、水草の茂みからこう魚を取ったり遊んだりして、当時の自然って優しさだったりとか、美しさだったりっていうのが頭に残ってて、そういうのを表現したいなっていう思いで作ってます。これタイトルが水辺を思うっていうタイトルをつけたんですけど、それって今の日本の水辺を思って作ったっていう側面と、自分の記憶の中の子どもの頃の懐かしい水辺に思いを馳せてっていう意味の2つの意味を込めて水辺を思うっていうふうにタイトルをつけました。この構図見てもらうと結構バランスとしては低い構図を作ってるんですけど、それなぜかっていうと、私のイメージの中で優しさとか穏やかさを表現したかったんで、最終的には水草に、ある程度流木飲み込まれてもいいかなっていうイメージで背の低い流木を使ってます。あとはですね、これ一応古書池のイメージでレイアウトを作ってるんですけど、池なんで最終的には山で例えば樹木が倒れて、それが川の流れで運ばれてくる過程で、枝が削れたりしながら、池にたどり着いたりというイメージで、あんまり枝ぶりがなくてですね、あと古いイメージの流木を選んで使ってます。今回、日本風の水景としてイメージして作ってはいるんですけど、例えばそうですね、テネレスのマディラとか日本産の水草じゃないのも数種類入ってるんですけど、ネイチャーアクアリウム作る時に別に手法として産地合わせっていうのをすることはあるんですけど、それは必ずしも必要ではないと思いますし、あとはやっぱりですね、日本風のレイアウトを作りたいなと思った時にですね、日本ってやっぱり熱帯な環境じゃないんで、ネイチャーアクアリウムの環境に合う水草と合わない水草があるので、その中で、適応できる水草は使ってもいいかなと思いますし、そうではない水草はそれの、例えば、同じ役割として熱帯性の水草を選んだりして、構成していくといいかなと思います。基本的には、このネイチャーアクアリウムの環境の中で無理のない、水草を選択してますね。水草の中に魚が隠れてるような環境を作りたかったんで、ちょっと結構前の方にも、背の高い水草を入れたりしてますね。その代わりに重たくなりすぎないように、テープ系だったりとか、あとは透明感のある水草等を多用して、手前にありながらもある程度抜け感を保つような選択をしてます。今回植栽の中で結構気に入ってるのはこのミクリなんですけど、意外とありそうでないこのライトグリーンとこの柔らかさのテープ系の水草かなと
思って、今回の穏やかさの表現にすごいマッチしてるなと思って気に入ってます。今回のこの水景はですね、個人的には、傑作の部類で気に入ってます。私のこのレイアウトの制作意図がありつつも、基本的には水草の成長で景観を作っていくっていう、その水草の成長による移ろいというか変化はすごい、感動的だなと思いましたし、このある種雑然としたこの水草が繁茂して作っていくっていうこの手法というかは、また試していきたいなと思ってます。ただですね、このなんていうか、ただ水草が飲み込んでいけばいいわけではなくて、自然にコントロールするっていうのがやっぱりこのメンテナンスのポイントになってくるかなと思うんで、今回でいうと正直この下草のインディアンクラウスすらはちょっと飲みすぎかなっていう、飲み込みすぎかなという印象はあります。でもそれでも今回全体としてはこの水草の茂みから出てくるような魚の観察が楽しくなるような水景にできたかなと思います。